皆さんこんにちは。葵のジャパニーズポッドキャストへようこそ。このチャンネルは日本語学習している方へ、日本語で日本の文化やありのままの日常の様子をお届けする場所です。さて、今回は日本生まれ日本育ちの私の好きな日本の場所について話していこうと思います。私は旅が大好きなので、今までにいろんなところに行ってきました。その中で好きだった場所がいくつかあるので、紹介していこうと思います。まず皆さん、日本には47の都道府県があるのを知っていますか？北は北海道から南は沖縄まで、日本国内には47に分けられた区分があります。私が住んだことがあるのは群馬県と沖縄県の2県しかないです。でも旅行とかで30の都道府県に行ったことがあります。なので平均と比べたら日本中を回ったことがある方なんじゃないかなと思います。今回はバリバリに個人的な意見を話す回になると思います。では、まずお気に入りの場所一つ目は沖縄県です。沖縄県は日本の一番南にある小さい島です。でも人口は146万人もいて結構栄えてます。日本人の中ではプチハワイみたいな立ち位置で、南国リゾート地として旅行先に人気です。沖縄ならハワイより遠くないし、高くないし、比較的気軽に行ける場所です。私はね、結構長い間住んでいたんですが、住めば住むほど好きになりました。私はハワイにも行ったことがあるんですが、正直沖縄の方が好きですね。なんでかっていうと、沖縄は魅力たっぷりなんですよ。魅力の一つ目はやっぱり海です。もうね、海が本当に真っ青で、白い砂浜のビーチがあって綺麗なんですよ。沖縄本島ももちろん綺麗なんですけど、沖縄の周りには離島がたくさんあります。小さい離島に行くと海が息を飲むほど綺麗です。それから沖縄の文化も魅力の一つです。っていうのも、沖縄はもともと琉球王国という国だったので、日本の一部ではなかったんですね。なので日本文化とまた違う文化があります。そして言葉もかなり違います。もちろん日本語は通じるんですけど、たまに理解できない単語とかが出てきます。私は沖縄県出身じゃないので、みんな気を使ってくれて、標準語の日本語で話してくれるんですけど、沖縄の人同士の会話はたまに全然理解できない時があります。日本の中では関西弁とか博多弁とかいろいろな方言がありますけど、
一応日本人なら理解できる程度の方言です。でも沖縄の言葉は予測が全くできない時があります。さっき話した離島に行くと言葉もかなり違います。それから食事もかなり独特です。一番知られているのが沖縄そばとか海ぶどうとかサーターアンダギーとかですかね。沖縄は温暖な気候で海の魚も違うので刺身の種類もかなり違います。それから沖縄にはアメリカの米軍基地がたくさんあるのでハンバーガーとかタコスとかアメリカンな食事も楽しむことができます。こういった沖縄の食文化も魅力の一つですね。それから沖縄の魅力といえば地元の人々も素敵です。優しくて南国らしいまったりとした人が多いです。自分は東京の近くの県出身なのでどちらかというとせっかちな人ばかりで自分もせかせかした性格だった気がします。でも沖縄に住んでゆっくりとした時間の流れに影響されてせっかちな性格ではなくなった気がします。沖縄は私の大好きな場所で日本の中で住む場所を選べるとしたらまた沖縄に住みたいですね。次の私の日本のお気に入りの場所は鹿児島県の屋久島です。鹿児島県は九州にある県です。屋久島は鹿児島県に属する小さな島なんですけど、すごいところなんです。大自然が広がっていて、その自然の豊かさからも世界遺産にも登録されています。なぜそんなに屋久島がすごいかというと、小さな屋久島で日本全国の植物を見ることができるんですよ。日本って縦に長いから、北は北海道から南は沖縄まで気候が違って生えている植物も違います。でも屋久島はその地理と標高の高さから沖縄から北海道までの植物を屋久島で見ることができるんですよ。それから屋久島には猿と鹿がたくさんいます。それも動物園とかじゃなくて野生にいるんですよ。猿はね、すっごい可愛くて愛嬌たっぷりです。猿の行動を見てると人間とそんなに変わらない行動するから面白いです。自然が好きな人とかハイキングが好きな人は絶対に屋久島好きになるはずです。私も屋久島に行った時にハイキングをしたんですけど、ジブリ映画に迷い込んだかのような森が広がってて感動しました。実際にね、屋久島はジブリ映画のもののけ姫の舞台になったことでも知られています。私はジブリ映画が大好きなので、屋久島に行けた時はテンション上がりましたね。本当にもののけ姫の森みたいなんですよ。
でね、屋久島といえば杉の木が有名で、何千年も前の杉の木がいくつもあります。屋久島にある杉は屋久杉とも呼ばれてますね。何千年もじっと同じ場所で成長を続ける屋久杉を見ると、なんて自分はちっぽけなんだろうって感じましたね。屋久島はまた絶対行きたいですね。次の私の日本のお気に入りの場所は石川県にある金沢です。金沢はね、北陸地方にあって、日本海に面している場所です。日本は縦に細長くて、東が太平洋、西が日本海に挟まれています。太平洋に面している場所よりも、日本海に面している方が寒い傾向にあります。雪も日本海側に面している方が結構降りますね。雪といえば北海道を思い浮かべる人が多いと思うんですけど、金沢もかなり雪降りますね。金沢の魅力といえば、その寒さのおかげで美味しくなる魚介類です。私はね、お寿司が大好きで、もう大好きすぎて、明日地球が終わるとしたら、お寿司を食べたいと思うくらい大好きなんですけど、金沢のお寿司はめっちゃ美味しいです。もりもり寿司っていうお店があるんですけど、回転寿司なんですけど、少し高めの値段設定でクオリティが高いです。普通のいいお店に行った時くらい感動するお寿司が食べれます。これはね、私の持論なんですけど、寒いところだと魚たちが脂肪を蓄えるから旨味がよく出るんですよね。脂肪のないお寿司より脂肪が乗ってるお寿司の方が美味しい気がします。で、お寿司に欠かせないお米も美味しいです。金沢のお米は本当に美味しいです。前までは米に味なんかあるのかなって思ってたんですけど、食べてみたら全然違くてびっくりでした。米の一粒一粒がしっかりしてて、噛み応えがあって、甘みが凝縮されてるんですよ。それから金沢の魅力といえば、江戸時代の面影が残った街並みも綺麗です。街歩きしたり、食べ歩きしたりするのが楽しいです。特に私が大好きなのは、兼六園という金沢城の隣にあるお庭です。いわゆるジャパニーズガーデンです。今までいろんなジャパニーズガーデンを見てきましたけど、兼六園はトップで綺麗です。特に期間限定で行われているライトアップされている時が一番綺麗ですね。ジャパニーズガーデンで思い出したんですけど、たまに海外でジャパニーズガーデンってあるんですけど、日本人の私からするとかなり変に見えます。なんか頑張ってジャパニーズスタイルにしたけど、なんか嘘っぽいというか、本物には見えないんですよ。でも金沢にある兼六園は
本当のジャパニーズガーデンなので、もし行く機会があったら皆さんにも行ってみてほしいです。はい、ということで今回は私の好きな日本の場所についてお話ししました。日本には他にもいい場所がたくさんあります。観光でみんなが行くのは東京とか京都とかですかね。これからも日本の良さをみんなにシェアしていきたいと思います。はい。では最後まで聞いてくれてありがとうございました。ではまた。